こんにちは、千本松です。あのね、手術が終わって、もう1月半経つんだけれども、まだ痛いっていうのはあんまりないことらしいんですけど、それで、なんだかんだ、皆さんに私が旅立つ前に、皆さんに言いたいことをどんどん言っていきたいと思います。今日は分担について、お話ししようと思うんですけど、で、これが夏目漱石の心、今から112年前に作られていて、ちょうど私の YouTube の100年経っても読まれる小説の書き方、これが私の、テキストブックであって、夏目漱石は私の先生、これが私の基本で、ちょっと読んでみてください。それで、新潮文庫さんと角川文庫さんの心、冒頭を比べてみたんですけど、結構新潮文庫さん感情多くて、最後のよそよそしいなんて感じで使っちゃうと、かなり印象違ってきますよね。その辺面白いですよね。それで、私はみんなの投稿している小説を、よく読むんですけど、なんせみんながやってるのは、文章を一行一行切って、で、左寄せにする、左に合わせる。それで、段落がなんせ短くて、段落と段落の間に開業がしてあって一行空いていて、で、それでもって、何そういう書き方をしている。ちょっと冒頭読んでみますけども、私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。これは世間をはばかる遠慮というよりも、その方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起こすごとに、すぐ先生と言いたくなる。筆を取っても心持ちは同じことである。うすうすしい頭文字などはとても使う気にならない。ここまでなんですけど、で、この中で、一番大事な言葉、単語は何だろうって言ったところに、このね、だから、だからここでもただ先生と書く。自分はその人を常に先生と呼んでいた。もうその人と書くところで、もうなんか先生に対するものすごい感情がもうそこに込められてる。先生を先生と呼んでいた。だから、だからなんだよ。このだからにすごい思いが込められている先生に対する恋愛小説である心の冒頭。このだからっていうのをね、やっぱり噛み締めて小説を読んでいきましょう。その、だからという接続詞3文字の、そこにどれだけの気持ちが込められているかということをちゃんと読まないといけませんよって話なんですけど、で、みんなが書くのは、私はその人を常に先生と呼んでいた。そこで開業しますよね、大体ね。だから、ここでも、ただ先生と書くだけで本名を辞書で、このだからって切っちゃって左寄せにしちゃうとダメなんですよ。これはね、左寄せにすることによって、強調してるつもりなのかもしれないけれども、逆なんですよ。続けなきゃダメなんですよ。先生と呼んでいた。だから、ここでも、で、繋がんないと、これはね、文学にならないんですよ。これからね、それをね、ちょこっとね、やっていこうと思うんですけれども、それで私私の私にはその先生という呼び方のなんか妄想があって、で、昔うちの祖母の家に行くと、そのおじさんたちとかが置いていったエロ本がいろいろあって、それでその昔の素晴らしいエロ本をいろいろ読んでいったら、その先生と生徒が出てきて、その生徒の方が
いけません、先生。先生やめてくださいっていうそのシーンがあって、それが私ものすごい妄想で、その先生という呼び方が非常にエロティックなことを私は考えていました。それでね、今度の分振り、11月8日、2026年というのに、徳田美穂さんとおっしゃる素晴らしい作家の方と半分半分、本も半分半分で作って、で、ブースも半分半分使うみたいな感じなんで、それがね、エロ本なんですよ、今回のテーマは。だから18歳以上でなければ読んじゃいけませんよみたいな、私の非常に得意な。これはね、なかなかそういう機会がないんでね、いつも我慢して書いてるんだけど、今回はもうどんなことでも書ける先生が出てくる場面はないんだけども、絶対来て買ってくださいということです。ここでブレインストーミングをやってみようと思うんだけども、なぜこのようなブツブツ切って左寄せにして開業が山ほど入っているような文章を皆さんが書くのであるかということを考えてみたんですけど、そもそも小説の書き方を知らないで書いている。他の人がやってるから、あ、自分もこう書かなくちゃいけないのかなと思って書いているとか、だけど、YouTube とか見てても、今恋愛小説で流行ってるのはこういう感じですよ。だからみんなも書きましょうねみたいな YouTube があるんだけれども、みんなが流行りでみんなが書いてるんだったら、じゃあ私は絶対にそんなのは書かないようにしようっていうのが芸術というもので、その辺はもう分かってもらわないと、いけませんよという、112年残っている漱石の心のことを考える、今流行ってるものを書いたって、多分2、3年の、流行っても2、3年の話ですよね。で、そういうことを考える。それから、よく英語の先生に言われたんだけど、どっちみち私たちはうまく書けないんだから、せめてルールには、最低限のルールには従おうと。で、どうせ私たちは英語が喋れないんだから、最低限の文法を勉強しようよっていうよく先生に言われたんだけど、それと同じ。それでね、あの書き方ね、もともと私たちはちゃんと書けないし、もともと話が薄いのに、さらに薄くなっていくんですよ。ああいう間を、開業をどんどん無駄なスペースを空けていくと。それからね、もう一つね、ラノベっていう言葉があるんだけども、ラノベというのは、まあ、私の感触でいくと、だいたい中学生ぐらいがターゲットになってると思うんだけれども、でも中学生ぐらいだったら、もう中1でも漱石の心を私たち読んでましたよね。だから読みやすくしてあげる、ラノベ形式で書いて、読みやすくしてあげる必要は全くないんですよ。ちゃんとした文学を中学生で、中1で読ませてあげる、そういう気持ちでいましょうということで、一番上の文、無駄な会議をしない、無意味な段落分けをしない、そんなことを書くのがあなたの文学なんですかって、もう私もう本当に病気。もうアイスパッドを胸に当てながら喋っている情けない。もうね、私はね、もうね、短命だということが分かったから、言いたいことを言わせてもらおうと思って言っています。それで、心の文頭はどういう構造になっているのかといえば、まず、ナンバーワン、1っていうのがあって、1には段落が6個あって、で、文庫本だとそれが1ページ半あって、で、初めてここに、開業、この1行空いた開業があって、それでまた2っていうのが出てきて、で、その後にまた小さい段落が6個あって、それは文庫本だと2ページにわたる
こういう、私だったらもっと段落、ちっちゃい段落6個っていうよりも、もっと入れるような気がする、私は。こういう、これがルール小説本当の芸術としての小説の書き方なんだよという話で。で、その、ナンバー2、第2番、第2章というのが出てきて、で、ここに開業が1行あって、その次、私がその掛け茶屋で先生を見たときは、先生がちょうど着物を脱いで、これから海へ入ろうとするところであった。私はその時反対に濡れた体を風に吹かして水から上がってきた。ここ、かなり冒頭に近いここに、この長い小説のテーマのすべてが、この2行で現れている。この2人は、私と先生はいつまで経ってもすれ違いでしたよ。という事実がここに書かれていて、ここが一番この小説で大事なところで、テーマであったという、こういう書き方は、まだ私にはできないけれども、これから短命だからやっていきたいと思います、さっさと。それでね、この間私誕生日だったんですよ、5月1日に。そしたら友達が結構6人ぐらい来てくれてパーティーやって、そしたらみんなが言うには、この中で一番長生きするのはあんただって言われて、そういうことも言われました。ついこの間、私が Kindle で発売した小説があるんですけども、タイトルが、俺のウェディングドレスと金魚すくいっていうタイトルなんだけど、結構軽いんですよ、内容は。それでも私はちゃんとこういう書き方をしているというところを見てください。みんなが私の可愛い金魚すくいの小説を書くとしたら、多分こう書きますよという話なんですけど、あのね、句点で開業する人がいるんですよ。しかし、深夜がそこに座っていると、ここで開業する人がいるんですよ。もうね、私、発狂しそうになるんだけど、で、あとね、会話、あんなに大きな顔してても潰れることがあるんだなっていう、この深夜くんの会話の前が2つ空いてて、2行開業したって、で、その後も2行、だから開業だとこうなるんですよ。それでね、面白いことにね、英語の小説投稿地を見てても、こういう書き方をする人がいるんですよ。でも、ちゃんと漱石のように書いてる人もいるんですよ。だからね、これはね、日本に限ったことではないということをお知らせしようと思います。携帯で読んで一番読みやすい文章を研究してるっていう人に会ったんだけど、その人はものすごく書ける人なんですよ。すごい深い哲学のある小説を。でも彼は、なんでそうブチブチ切るのかっていうと、携帯で読みやすい。それででも携帯も変わっていきますよね。で、携帯なんかもしかしたらなくなるような時代になるかもしれないから、そういう時じゃあどうするんですかって聞きたいですよね。それでもうね、自分の書きたいものを書く人のことは関係ない、もう人のことなんかもう知ったことじゃないですよね。私もこういうのやってるけど、本当に人の書くことなんか本当のこと言ったらもう知ったことないですよね。それで、最後じゃないけど、言いたいのは、ゴッホとかピカソとか、ジャクソン・ポロークとかが、流行を意識して、自分はこれが流行ってるからこれをやろうと思ったっていうことはもう絶対ないですよね。だから、あなた方も自分が書きたいように、文学の形式にのっとって、深い人生深い人生のことを書くような文学を書きましょうということ。で、このシリーズはちょこちょこ続けていこうかなと思っているんですけれども、ちょっとだけ予告編をやると、このプロットって言いますよね、小説講座で。でも私はね、プロット書かない方が多い。まだ起こってない出来事が自分だけ分かってるのがおかしいと思うんですよ、私は。
で、プロットのない名作って多くて、代表的なのが、あの、なんだっけ、雪国川端康成。あれはね、本人も認めてるけど、プロットがないんですよ。ものすごいイケメンなんですよ、話は。それにこの間私が書評をやった三島由紀夫の青の時代、あれは終わったところから一番大事なストーリーが始まっていくのに、主人公の生い立ちで終わっていて、事件のことは何も言ってないという、すごいなと思って、絶対あれプロットがなくて、自分が書きたいことをわーっと書いたら、もう出版社さんの言うページになってしまって、しまったと思って、でも、まあいいかとか思って、あれ、アホの時代出たんだと思います。皆さん、何夏目漱石の心は112年前に書かれました。もっともっと皆さんも高級的な哲学的なテーマを掘り下げて書きましょう。私はもうそんなブツブツ句点できるような小説は絶対認めないので、ちゃんと書きましょう。ということで、終わりたいと思います。ありがとうございます。